宇宙のほぼ 100% は空間である。夜空を見上げると、その圧倒的すぎる星の数から宇宙が星で埋め尽くされているようにも感じてしまいます。しかし実は体積で見れば物質はごくごく一部でしかありません。では、もし宇宙から空間を極限まで取り除き、物質だけを一箇所に集めたら、宇宙はどれくらいの大きさになるのでしょうか。皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。本日は宇宙から空間を極限まで取り除くと、世界がどこまで圧縮されるのかを検証します。まずはこの写真を見てください。これは砂漠で撮影された夜空の写真です。これを眺めていると、宇宙にはそれは大量の星が浮かんでいるかのように感じてしまいます。それもそのはず、天の川銀河だけでも推定1000億もの恒星があると言われているからです。しかもこれは太陽のように自ら光り輝く恒星のみの推定なので、惑星をも含めたらざっとその数倍の天体は存在していることになります。ところが条件の良い夜空でも一度に見える星の数は3000個程度でしかありません。つまり私たちが宇宙と感じている領域は銀河の中のほんの小さな領域でしかないのです。ただ宇宙に存在している銀河は一つではありません。少なくとも数千億個から最大でも2兆個程度存在していると言われています。なので観測可能な宇宙のすべての星を合わせたら、おおよそ10の24兆個という天文学的な数に達すると言われているのです。ところが体積ベースで宇宙を計算してみると、話は全く異なってきます。なんと宇宙のほぼ 100% がほとんど何もない空間であることがわかるのです。さすがに信じられないと思いますので、一つ例をご紹介しましょう。地球から一番近い恒星プロクシマケンタウリは遥か 4.24 光年先に浮かんでいます。4.24 光年という距離はなかなかイメージできませんが、仮に太陽をグレープフルーツと同じくらいの大きさである直径 10cm にした場合、プロクシマケンタウリは遥か 3000km 彼方にいることになるのです。これは東京駅とモンゴル共和国くらいの距離感です。ただこれを聞くと、そうは言ってもそれはたまたまプロクシマケンタウリが遠く離れた位置に浮かんでいるだけで、宇宙規模ではそうではないのではと思う方もいるかもしれません。しかし残念ながらそうではないんです。この宇宙は本当にスカスカなんです。銀河系に存在する恒星間の平均距離はだいたい5光年とされています。そして他の多くの銀河も同様の状態であると考えられているんです。つまりほぼほぼ空間しかないのがこの宇宙というわけです。実際これは簡単な数学でも確認できます。まず私たちが今観測できる宇宙の範囲は直径930億光年とされています。これは宇宙には年齢があり、光が届く距離に限界があること、宇宙が膨張し続けていることがその背景にあります。そして宇宙からの光は上下、左右、前後、あらゆる方向から届いています。つまり私たちが見える範囲は球状であると考えることができるのです。なので球体の体積を求めれば観測可能な宇宙の体積を割り出せるというわけです。球体の体積を求める公式は3分の 4πr3 乗ですが、細かい計算を抜きにして計算をすると、観測可能な宇宙の体積はおおよそ 4.21×10 の32乗立方光年になります。立方光年はあまり聞き慣れない単位ですが、これは立方メートルの光年版だと思ってください。10の32乗という値は桁がでかすぎてどんな比喩もかすみますが、ありえないほど天文学的に大きな体積だということです。ではこの広大な空間に物質はどれくらいあるのでしょうか。現在の推定では観測可能な宇宙に存在する物質の総量は 1.5×10 の44乗メガトンとされています。これにはダークマターなどの観測できていない未知の質量源は含まれてはいません。仮に全ての物質が地球の平均密度と同じだったとすると、その体積はわずか32立方光年程度でしかないのです。その差はなんと10の31乗倍以上。これはもう物質なんてほとんど存在しないに等しいレベルです。つまり数学的に見ても宇宙のほぼ 100% はほとんど何もない空間であることがわかると思います。この世界って本当に大きすぎませんかね。では早速宇宙から全ての空間を取り除いていきましょうか。宇宙から全ての空間を取り除くと、必然的に物質は一つの塊になります。集めた結果どうなるのかは定義によって様々ですが、ひとまず
一番イメージしやすい形である全てが原型を保ちつつ互いにぴったりくっついている状態としましょうか。この場合、皆さんはどれくらいの塊になると思いますか？さすがに天の川銀河くらいでしょうか？それとも銀河をはるかに超えるサイズ感でしょうか？でも実は全然そんなことはありません。その答えはなんと直径3.94 光年程度でしかないのです。ただこれは地球の平均密度で計算した場合です。現実でそんな超大質量を一塊にしたら瞬く間にブラックホールになってしまいます。この空間を取り除く思考実験はここからが面白いのですが、ではこの宇宙の全物質から生まれるブラックホールはどれくらいの大きさになってしまうのか？さっきと同じ程度の大きさでしょうか？それともブラックホールなのでもっと圧縮されて小さくなってしまうのでしょうか？でもその答えは全然違います。なんと直径約471億光年になってしまうのです。これは観測可能な宇宙の半径と同じくらいの大きさです。あまりに規格外の大きさで驚きしかありませんが、これはブラックホールのシュバルツシルト半径が質量の大きさに比例して大きくなるからです。結果として光すら抜けられない範囲がこのスケールに達するというわけです。一見するとこれが圧縮できる空間の限界に思えてきます。でも実はさらにもう一段階圧縮できるんです。それが原子の中の空間です。一般的な原子のイメージは次のようなものではないでしょうか。中心には原子核があって、その周りを電子が回っている。つまり原子核と電子の距離が非常に近いというイメージです。ただ現在の理解ではこれは正確ではありません。実際には電子が電子雲として原子核の周りに分布していることに加え、原子全体のほぼ 100% がほとんど何もない空間なんです。これをイメージしやすくするために一つ例をご紹介します。もし仮に原子核が1メートルであったとしましょう。その場合、電子雲はなんとおおよそ 100km 先まで広がっていることになるのです。これは東京駅と富士山くらいの距離です。つまり原子は宇宙と同様、ほとんど何もない空間が大部分を構成していると言えるんです。ではそんな原子からも空間を全て取り除いた世界はどれくらいの大きさになってしまうのでしょうか？さすがに1光年くらいでしょうか？それとももっと小さいのでしょうか？実はこの場合の答えはなんとわずか11億 km になってしまうのです。これは地球から土星の軌道の少し手前くらいのスケールです。専門的にはこの原子の空間を取り除いた状態を核物質密度と呼ぶのですが、この状態になってしまうと宇宙の全物質ですらこのありさまになってしまうんです。まとめると宇宙も核物質密度の前ではお手上げということです。いかがでしたでしょうか？今回は宇宙の空間を極限まで取り除いたら世界がどこまで小さくなるのかを検証してみました。いかに私たちがとてつもなくスカスカな世界に生きていることが分かったかと思います。なんか当たり前だと思っていた日常が実は奇妙な空間によって支えられていたと思わされますね。このチャンネルでは今後もより分かりやすく非常識で科学的な動画を作っていきますので、少しでも面白いと思っていただけた方はチャンネル登録をお願いします。また今後の参考にしたいので、つまらないと思った方は遠慮なくバッドボタンを、良いと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。